皆さん、こんにちは。日本に住んでいる方や旅行で訪れる方、またはニュースやテレビで日本の電車について聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。正確で便利、そして清潔な日本の電車は世界中でも注目されていますよね。今日はそんな日本の電車について魅力や便利さ、さらに乗り方やマナーについて詳しくお話ししたいと思います。これから日本に来る方はもちろん、日本に興味がある方にも楽しんでいただける内容ですよ。では、始めましょう。日本の電車は、正確な時間、清潔な車内、そして快適さで世界的に知られています。都市間を結ぶ新幹線や都会の中を走る地下鉄、地方ののどかな風景を楽しめるローカル線など、様々な種類の電車があります。日本のどこにいても、電車を使えば簡単に目的地にたどり着くことができるのは大きな魅力の一つです。電車に乗るときには切符や IC カードが必要です。駅の入り口にある券売機で目的地の運賃を確認し、その料金で切符を購入します。また、IC カードを持っている場合は、改札機にタッチするだけで入場できます。特に大都市では、IC カードがあればスムーズに移動できて、とても便利です。改札を通ったら、電車のホームに向かいます。ホームでは案内表示板があり、次に来る電車や行き先が一目でわかるようになっています。黄色い線の内側で待ち、電車が到着したら降りる人を先に通してから乗車します。電車の中では静かに過ごすのがマナーです。スマートフォンやイヤホンの音量を控えめにし、大きい声で話さないように気をつけましょう。さらに、日本の電車では優先席という特別な座席が設けられています。お年寄りや妊婦さん、体の不自由な方がいたら、席を譲ることが大切です。また、混雑した車内では荷物を小さくまとめ、周りの人の邪魔にならないようにすることも重要です。降りる駅が近づいたら、事前に準備をしてスムーズに下車できるようにします。駅を出るときも改札機を通り、IC カードの場合はタッチ、切符の場合は改札機に切符を入れてください。日本の電車はただの交通手段ではありません。例えば、新幹線の車窓から見える富士山や観光列車での特別な体験は一生の思い出になるでしょう。日本の電車文化は単なる交通手段としてだけでなく、日常生活や歴史の中でも非常に重要な役割を果たしています。特に通勤や通学で電車を利用する人々にとって、電車はなくてはならない存在です。東京や大阪などの大都市では、朝と夕方のラッシュアワーはまさに壮観です。多くの人がぎゅうぎゅう詰めの電車に乗って職場や
学校に向かう光景は、日本ならではの特徴的な風景と言えるでしょう。このような混雑した環境でも、整然とした乗降が行われるのは、日本人の規律正しさを象徴しています。また、日本の電車システムは歴史的にも非常に興味深いです。例えば、初めて日本に電車が導入されたのは1872年のことです。横浜と新橋を結ぶ区間で始まった電車は、その後全国に広がり、現在のような世界有数の鉄道網を築き上げました。特に新幹線は、日本の経済発展を支える動脈として国内外で高く評価されています。さらに日本の電車には地域ごとの特徴があります。例えば関東地方では JR や私鉄と呼ばれる複数の鉄道会社が運行しており、首都圏の複雑な鉄道ネットワークを支えています。一方、関西地方では阪急や京阪など地元密着型の鉄道が利用されています。それぞれの会社が地域のニーズに応じたサービスを提供しており、例えば特急列車や観光列車などバラエティ豊かな選択肢があります。電車を利用することで、その地域の生活や文化に触れることができるのも、日本の鉄道の魅力の一つです。駅の中や近くには地元の特産品を販売するお店や観光案内所があり、旅行の中で新たな発見ができることも多いです。電車の中や駅で見る広告やポスターからも、その地域の特徴やトレンドを感じることができます。日本の電車文化をさらに楽しむためには、いくつかの特別なポイントを知っておくと良いでしょう。例えば、観光客に人気の観光列車があります。これらの列車は通常の電車と異なり、車内が特別にデザインされていたり、地元の食材を使ったお弁当やスイーツが楽しめることがあります。九州地方では豪華で快適な七つ星や湯布院の森などの観光列車が非常に有名です。また、鉄道マニアや写真愛好家にとっては、季節ごとの特別列車やもみじや桜の名所を巡る路線も大きな魅力です。日本の駅もまた電車文化の一部として重要な役割を果たしています。大きな駅ではショッピングモールや飲食店が併設されており、電車に乗らなくても楽しむことができます。例えば、東京駅では日本全国の特産品を買えるお土産屋や名物駅弁が揃った駅弁屋が人気です。一方で小さな地方駅には地域独特のデザインや装飾が施されており、駅そのものが観光地となっていることもあります。さらに、日本の電車には季節感が反映されています。春にはお花見列車、秋には紅葉列車、冬にはスキー列車など、
季節限定の特別な列車が運行されます。これらの列車では、季節の美しい景色を車窓から楽しむことができ、旅行の思い出をより特別なものにしてくれます。また、冬には暖房が効いたこたつ列車やストーブ列車が走る地域もあり、寒い季節でも快適な旅行が楽しめます。電車文化の中には、地元の人々との触れ合いも含まれています。地方路線では、乗客や駅員と会話を楽しんだり、その土地の歴史や文化について聞くことができる場合があります。特に、一日乗車券を使えば、一日中、好きなだけ電車に乗りながら地元を探索することができます。最後に、日本の電車はそのデザインや運行技術でも注目されています。例えば、新幹線は世界で最も速く、安全な電車の一つとされています。その高い技術力は、世界中の鉄道に影響を与え、多くの国が日本の新幹線システムを採用しています。一方で、古い時代から残るレトロな車両も大切に保存され、イベントとして運行されることがあります。このように、日本の電車は単なる交通手段を超え、多くの人々に愛される文化の一部となっています。日本に訪れる際は、ぜひいろいろな種類の電車に乗り、移動だけでなくその旅そのものを楽しんでみてください。今日の動画はいかがでしたか？日本の電車について少しでも興味を持っていただけたら嬉しいです。もし感想や質問があれば、ぜひコメント欄で教えてくださいね。また、この動画が役に立ったと思ったら、いいねボタンを押していただけると、とても励みになります。そして、次回の動画では、もっと面白い日本の文化や日常の話題をお届けしますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。